もしあなたの母親があなたの友人と激しい恋愛をしたら、そしてその恋愛の末友人を殺そうとしていたらどうしますか。2018年5月13日、三重県鈴鹿市。深夜、とあるスナックへ一人の男性が息を切らして飛び込んできました。助けてくれ、スタンガンを持った男がいきなり家に入ってきたんや。その男性の名は山本優也さん。このスナックの経営者藤子の夫でした。スタンガン？強盗かなんかか？藤子は一瞬目を丸くしますが、夫より20歳年上の彼女のこと、冷静な振る舞いで取り乱していた優也さんを落ち着かせます。そして今家に帰るのは危険と判断し、優也さんに店で眠るよう促したのです。それから2時間後、藤子はまた別の若い男を連れてスナックへ戻ってきました。寝息を立てる優也さんを見つめる藤子の手には電気コードが。藤子は隣の男に言いました。これでやっと一緒になれる。親子ほど年の離れた若者と関係を持ち、ついに殺人に及んだ女。失敗を繰り返しながら若者との恋を求め続けたその女の実態とは。恋多きその女の生涯に本当の愛は存在したのでしょうか。おぞすけんちゃんです。みやみこです。あとさ、はい、あんたから聞いて知ったんだけどさ、はいはい、カメラ付きの耳かきあるじゃない。昔使ってたわ。今使ってないの？今使ってないかも。ちょっとね、カメラ付きの耳かきずっと使ってて、なんかバッテリーがもう一瞬で切れるようになっちゃって、新しいの買おうと思って Amazon 見たらさ、なんか最近カメラ付きの耳かき、普通の耳かきの形状じゃなくて、外科医の人がロボ手術みたいなので使うような、ちっちゃいなんかこういうクリップみたいな掴めるやつ、ピンセットみたいなのが先っぽについたバージョンが出てて、めっちゃ使いたくない？それ取れんのかな？この壁際に対して取るとき刺さりそうじゃない？使ってみてないうちから何言ってんだよ！古いのよ、笑いが。今回は三重県で発生した殺人事件をご紹介します。犯人は45歳の女だったんですが、このね、女っていうのは20代の夫を持ち、さらに20代のね、男と不倫をしてね、その後、殺人に手を染めてしまったという恐ろしい女なんです。またすごい話で、自分の息子ぐらいの年齢のことめちゃくちゃ恋愛してたってことでしょ？どちらにしろ殺人なんてしちゃったらもう何もかも台無しなんだけどさ、その年下の男の人がすごく魅力を感じるような女性だったってこと？若い男が好きでね、その男を手に入れるためならもう何度でも離婚とか再婚を繰り返すような人だったみたいです。あ、そうなの？当初は実の可能性もあると考えられていたこの事件。犯人2人が逮捕されると、被害者も含め非常に複雑な人間関係が浮き彫りになるんです。不穏な三角関係。2018年5月13日、三重県鈴鹿市。早朝6時頃、とある民家の駐車場に警察関係者が集まっていました。そこに止められていた軽ワゴン車の中には若い男性の遺体が。亡くなっていたのはその民家で暮らしている解体作業員山本優也さん。優也さんの喉元には細い紐のようなもので締め付けられた圧迫痕があり、当初は窒の可能性も考えられました。しかし検視の結果、圧迫痕は首を吊った際のものではないと分かったほか、体内から睡眠薬が検出されたことなどから他殺の可能性が浮上したのです。そして事件から約2ヶ月後の2018年7月24日、死体遺棄の疑いで逮捕されたのは殺害された優也さんの妻藤子でした。遺体から検出された睡眠薬が藤子に処方されたものだったことをはじめ、不審な点が複数あったことから彼女に容疑がかけられたのです。この時同時に逮捕されたのが共犯の上山真央という若い男。彼と藤子は不倫関係にありました。睡眠薬で眠らせてから殺したってことだよね。これめちゃくちゃ用意周到の計画的犯罪じゃない？そうなんですよ。藤子は不倫相手の真央と一緒になるために優也さんとの結婚生活を一刻も早く終わらせたかったんです。殺害された優也さんは25歳、妻の藤子は45歳。夫婦には親子ほどの年の差がありました。そして不倫相手かつ共犯の上山は29歳。この事実だけでも藤子が若い男性とばかり恋愛をしていたことがわかります。それだけではありません。驚かされることに、殺害された優也さんは藤子が前の夫との間に設けた息子の中学時代の同級生なのです。若い男性が大好きな藤子は息子と友人関係にあった優也さんに近づき、彼との結婚に至りました。2人は当初は仲睦まじい様子を見せていたといいますが、年の差ゆえに考え方にズレがありすれ違うように、夫との関係性に不満を抱えた藤子は最終的に不倫相手の上山と結託して殺人を犯すことに決めたのです。
息子の同級生と結婚ってのもびっくりだけどさ、息子はその同級生をお母さんに殺されたわけでしょ、そんなんもう衝撃的すぎて到底受け入れらんないでしょ。息子さんがね、どう感じるのかっていうのも含めて、本当にもう想像が及ばないですよね。藤子がどのようにしてね、それほど若い男性と関係を持てたのか、実は分かってないんです。ただ彼女は思い込んだら歯止めが効かないかなり推しの強い女性だったんです。若者好きの女。鈴鹿市でスナックを経営していた藤子は店を訪れる知人の間でも恋多き女として知られていました。藤子ちゃんは一度惚れるとブレーキ効かへんからね。知人が話す通り、勢いで結婚してしまう彼女はこれまで4回の離婚を繰り返していました。好きになるのはいつも若いイケメンばかり。そして5度目の結婚相手が息子の同級生で20歳も年の離れた優也さんだったのです。しかしでもね、優也とはなんか話が合わんくて、勢いで結婚するもいつもうまくいかず離婚してしまう藤子のこと、優也さんとの関係についてもお互いに惚れ込んでいた期間はごくわずか。夫婦は徐々にすれ違い、藤子の心は満たされなくなっていったのです。そうやって夫の優也さんに不満を抱える中、スナックへ新たに通い始めたのが29歳の男性上山真央。この時も藤子は若い上山に一目惚れ、出会って間もなく猛アタックを仕掛け、2人は不倫関係に発展するのです。5回も結婚はさ、結構な回数よね。いや、しかも若い男性ばかりってさ、本人が好きだからといってそんなに寄ってくるものなのかしらね。20歳差っていうのはね、なんか僕らのこう身の回りとかを見ても珍しいっちゃ珍しいじゃないですか。それが悪いっていう意味じゃなくてね、いいとは思うんですけど。聞いたことは全然ある、視聴者さんにもいたりしたしね。なのでね、最近の風潮としては年上女性っていうのが好かれるっていうのもやっぱあるみたいです。というわけで本日のメトラキーワード、年上女性を好む男性の割合について。2021年、マチコンや恋活、婚活パーティーを紹介するメディアが全国の20歳から49歳の独身男性1000名を対象に恋愛に関するアンケートを実施。その結果、年上の女性は恋愛対象になると回答した人は全体の 72%、そのうち 25% が10歳以上の年齢差があっても恋愛対象になると回答しました。年上の女性が好まれる風潮の一因は、いわゆる草食系男子が増えていることが挙げられます。2005年の調査では、性行為を経験したことのある男子高校生の割合は 26.6% とされていましたが、2017年には 13.6% に減少。現代社会において若い男性が恋愛に消極的になっていることは明白なのです。経験の少ない男性はリードしてくれる女性を好む傾向にあり、年上の姉御肌な女性を魅力に感じる人も多いといいます。この他にも女性の社会的地位の向上やマッチングアプリで幅広い年代と出会えることなど、複数の要因から年上女性が好まれる風潮が作られているのです。自身のスナックに上山がやってくるようになってから、藤子はハートマーク付きのメッセージを頻繁に送るなどして彼に急接近。これまでも若い男性と何度も恋仲になっていた藤子はアプローチの仕方も心得ていたのでしょう。上山とすぐに不倫関係となり、2018年の初めには彼の家で多くの時間を過ごすように。この頃には夫の優也さんのことなどもはやどうでもいいと考えていました。さっさと優也と別れて真央と一緒になりたい。そうして藤子は優也さんに離婚を持ちかけるのですが、夫婦関係が完全に冷え切っているにもかかわらず彼は離婚を拒否。藤子は不倫相手の上山にこう漏らすようになります。夫に離婚の話してるんやけど、なかなか応じんくてもう殺してしまいそうや。この時藤子があまりにも苛立っていたため、このままでは先走ったことをしてしまうと上山は察したのでしょう。彼は確かにこう言ったのです。あかん、藤子がやるなら俺がやったる。結婚ってそもそもさ、お互いの同意があってするものなのにさ、離婚しないから殺すってもうあまりにも身勝手で、同じ社会に生きてる人間とは思えないわよ。不倫相手にしてもね、殺人の提案に乗っちゃうっていうのはありえないですよね。二人はこのやりとりの後、実際に優也さんの殺害に及んでしまうんです。藤子が考えた計画は非常に周到に用意されたものだったんです。眠ったら最後。2018年5月13日の深夜0時15分、優也さんは自宅で一人夜の時間を過ごしていました。すると家の中にかすかに響いた玄関が開く音。玄関には確かに鍵がかけられており、妻の藤子はまだ自身のスナックにいるはず。優也さんが違和感を覚えたその時でした。うわ
ろなんや。物陰から現れたかと思うと、スタンガンを片手に優也さんに襲いかかってきた男は優也さんを台所まで追い詰めると、その場にあった包丁を手にしました。なんなんやお前、やめろ。優也さんは必死に抵抗し、どうにかその場から逃げ出すことに成功。彼は自分の車に乗り込み、妻の藤子のスナックへ急いだのです。襲ってきた男はさ、不倫相手の神山よね。こんな襲われ方したら普通にそういうさ、強盗みたいな何かだと思っちゃうし、これが実は藤子が仕組んでたなんて思いもしないわよね。しかもゆうやさんとね、神山っていうのは仕事関係でつながりがあったみたいな。顔はね隠していたとは思うんですけど、仕事関係の相手をね家に乗り込んで殺しに行くっていう感じが、もうなりふり構わない感じがすごい出てますよね。急に変な男が入ってきてスタンガンで襲われたんや。スナックへ到着すると、優也さんは息を切らしながら妻の藤子に事情を説明。押し入ってきた男が藤子の不倫相手であることや、藤子が鍵を渡していたために自宅に簡単に侵入できたことなど、優也さんには知る由もありませんでした。そして藤子はひどく動揺した様子の優也さんに白々しくもこう促します。怖いなあ、家は危ないし今日は店で寝たらええ。その言葉を信じた優也さんは言われた通りに藤子のスナックの2階で眠りについたのです。2018年5月13日深夜2時半頃、藤子が経営するスナックの前には従業員と会話を交わす彼女の姿が。お疲れ様、またよろしくね。その光景は何の変哲もない閉店後の店主と従業員の日常的なやり取りに見えた。しかし従業員と別れた直後、藤子はその表情を一変させた。藤子は無表情できびすを返し、足早にスナックの店内へ。そして彼女が店へ戻ってすぐに不倫相手の上山がそこへやってきた。旦那は2階で寝てる。睡眠薬飲ませたからしばらくは起きんはずや。2人は短く会話を交わすと、優也さんが眠っているスナックの2階へ上がっていった。それから数時間が経過し、朝を迎えた頃、藤子はスマホを耳に当て誰かに電話をかけていた。もしもし、優也と連絡が取れへんねん。ちょっと家まで様子見に行ってくれへんか。あの後、藤子は上山と2人で電気コードを使って優也さんを考察。彼が乗ってきた車で遺体を自宅まで運び、遺体を車に乗せたまま駐車場に放置していた。そして藤子がこれから自宅へ向かわせ、遺体の第一発見者となるよう仕向けた相手は、優也さんの友人でもある自分の息子だった。藤子は当初、不倫相手の上山に優也さんの殺害を任せ、自分はその時間にスナックにいることでアリバイを作ろうとしていました。しかし優也さんが店へ逃げ込んできたことで作戦変更を余儀なくされることに。閉店後に従業員と一緒に帰るふりをしていた際、スナックの駐車場に優也さんの車が止まったままになっていることを従業員が不思議に思う場面もあったといいます。すると藤子は次のように説明。車置いてどっか遊びに行ってるみたいやわ。優也さんがまだ店の2階で寝ていて、これから殺されようとしているなどとは誰も予想できなかったのです。自分の息子にわざわざ友達の遺体を発見させるってさ、なんでそんなことするのよ。トラウマになることなんて一切考えてないじゃないのよ。それだけね、自分のことしか考えていない女なんです。そして藤子は事件後の振る舞いについても身勝手であり続けたんです。愛情の所在。被害者の優也さんにも当日店にいた従業員にも誰にも殺意を悟られず犯行に及んだ藤子。彼女は事件発覚後のインタビューでも一切無関係であることを装い、次のように話しました。旦那さんを殺した犯人についてどう思いますか。殺したいほど憎いです。それが普通ですよね。葬儀の前には各報道機関に大変心を痛めております、取材の自粛をお願いいたしますなどと文書を送付。悲劇の妻を演じ続けました。一方で優也さんの遺族は彼女の振る舞いにずっと違和感を感じていたのです。事件の1ヶ月前、藤子は優也さんにかけていた生命保険の死亡保障を4800万円から6000万円に増額していました。さらに優也さんが亡くなって2週間も経たないうちに、彼の父親に藤子からこんな連絡が入っていたのです。遺産は放棄してくれませんか。しかし夫を殺害した挙句、遺産までむしり取るようなその身勝手が許されるはずもありません。検視や現場検証が進められれば、その罪が明るみに出されるのは時間の問題だったのです。いや、知れば知るほど本当にヤバい女じゃないのよ。なんかもう離婚しなければ殺すとか言っときながらさ、ちゃんとやることをやってお金絞り取ろうとしてんじゃない、一度好きになったね相手をここまで陥れようとするって普通の感覚ではできないですよね、また藤子は裁判の席でも懲りずに愛を語ったんです。
。裁判において藤子と結託して殺人に及んだ上山は次のように話しました。最初に家で優也さんを襲った後、なぜこんなバカなことをしているのかと我に返りました。その時点で殺意はなくなっていました。そう言って殺意を否定した彼は、スナックで優也さんの首を絞めたのは藤子だと説明したのです。これに対し藤子は上山の供述を真っ向から否定。首を絞めたのは上山だと断じました。また証人として出廷していた彼をじっと見つめ、こうも話したのです。彼と罪を償ってまたやり直そうと話し合いました。今でも上山さんのことが好きです。自身が殺人の首謀者であるにもかかわらず、なおも悲劇のヒロインであるかのように共犯の上山へ熱い視線を送った藤子。しかし上山は一切目を合わせようとしませんでした。実は当初上山は藤子をかばい、一人で罪をかぶろうと思っていたといいます。しかし取り調べや裁判が進むうち、彼は藤子から聞かされていた優也さんとの関係性に嘘があったことを知りました。自分は藤子に騙され巻き込まれた、そう悟った上山は自身の母親からの説得もあり、優也さんの遺族のために本当のことを話すと決めたのです。今でも被告人に愛情がありますか？裁判官にそう問われた上山は毅然とした口調で言いました。ありません。事件から約1年後の2019年5月17日、殺人と死体遺棄で有罪となった上山に下された判決は懲役14年。同年7月30日、藤子は同様の罪で懲役15年の判決に。結局どちらが優也さんの首を絞めたのかは定かではありませんが、2人が共謀して殺人を犯したことは間違いないとされた結果、それぞれの判決が下されたのです。若い男が好き、夫と離婚したいという個人的な欲望に走り、不倫相手を巻き込んで殺人を犯してしまった藤子。保険金の増額や遺産放棄の要求、そして逮捕されるまで被害者の妻を演じきったその行動は、かつて愛した夫に対するものとは到底思えません。生涯で5回の結婚をし、恋多き女として生きてきた藤子ですが、果たして本当の意味で人を愛し思いやったことはあるのでしょうか。恋愛においては相手への愛情よりも自分の欲が先行してしまう場面は確かにあるでしょう。欲望に溺れず本当の意味で相手を愛するために、あなたは何が重要だと思いますか？もし全く面識のない人からいきなり襲われたら、あなたはどうしますか？2025年8月22日、アメリカノースカロライナ州シャーロット、ある女性が電車に乗り込み、空いている座席に座ってスマートフォンを操作する様子が監視映像に映っています。後ろの席にはパーカーを着た黒人男性。ここまではありふれた日常の光景でした。しかしこの後、男性が立ち上がり、女性の首に思い切りナイフを突き立てます。女性はこの攻撃により間もなく絶命。男性は電車を降りた直後に警察に取り押さえられました。一見男女カップルのトラブルかと思われたこの事件、捜査が始まってすぐに衝撃的な事実が判明します。実はこの2人は偶然その場に居合わせただけの赤の他人だったのです。たまたま乗った電車でいきなり女性を刺し殺した男。彼はなぜ初対面の知らない女性を攻撃したのか。男の心を蝕んでいたのは誰にも理解できないある物体だったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。